店員さん、ありがとうございました。空気がかなり抜けていたので、ガソリンスタンドで自分で入れようと思ったら固着して取れませんでした。もう今日は引き返そうかなと思ったんですけど、親切なスタッフさんのおかげで解決しました。交換したバルブについている空気圧センサーは結局取れませんでした。15分ぐらい格闘してくれましたが無理でした。今は普通のゴムキャップつけていただいてます。結構暗くなってきました。誰もいない奥のサイトにしました。すごい静かで、もう雨の音しか聞こえません。で、今日はずっと雨降っていて、日付変わるぐらいに雪に変わりそうです。もちろん山の中なんで氷点下の車中泊になると思います。結構ぬかるんだ道走ったんで、もうインディの足元が泥で汚れています。この辺とかもすごい汚れてますね。どっちみち帰ったら融雪剤を落とすために足回り洗浄しますんで、一緒に泥も洗い流します。このリアの収納ボックス、今回こちらには着替えやレベラなど置いてます。で、ゴミとかはこの中に入れていこうと思います。もうこのフィアマのステッカーがかなり取れかかっています。では完全に日が暮れる前に車中泊のセッティングしていきます。フロントウィンドウも雪積もりますんで、ワイパー立てておきます。
うわ、やっちゃいました。めっちゃアホです。なんとライターを忘れちゃいました。火つけれません。うわー、マジか。ちょうどですね、暑い日ついた時があって、その時にライターキャンピングカーの中に置いてたのを危ないと思って一回取り出したんですよね。でそっから入れるの忘れてました。やっぱりどこにもないですね。今日はこのアイロンストーブをランタンとしてで調理器具として使って、この上でちびちび料理しながら楽しみたいと思っていたんですが、かなりショックです。これ火が一つなんで火力はそんなに強くないんですけど、こんな感じで上に上がってるんですよね。普通のアイロンストーブはもっと下からこの火が出ますが、ここから出ます。なので結構調理向きだと思うんですよね。でそれを確かめたかったんですけど残念です。ここのキャンプ場は今無人なんでライターなど買えません。で周りにキャンパーの人誰もいてないんで借りることができません。この辺コンビニがないんですけど、車で30分ぐらいですね。さらに山の方行って岐阜県の方に入ったら白川郷があって、そこに一軒デイリー山崎コンビニがあります。そこでライター買ってきます。どっちみちアイロンストーブ初めて使うときはこれ40分ぐらい放置しないといけないんで、逆にちょうどいいですよね。芯にオイルを染み込ませてる間にライター買ってきます。これ走行中あんまり燃料入れてんの良くないんですけど、自己責任ということでこれでいきます。
ただきます。おやつ食べてからかなりゆっくりしちゃいました。少しずつ雨がみぞれのようになってきています。結構冷えてきました。今外が 2.6 度、中は 12.5 度です。今は FF ヒーターはもう切っていて、このアイロンストーブだけなんですけど、このアイロンストーブだけだったらちょっと寒いですね。安全のため窓を少し換気してるんですけど、その冷気入ってくるのにちょっと負けてるような感じがします。この芯が2つのタイプですね。そちらも持ってるんですけど、そっちだったら結構あったかかったです。これが2つだったら一番いいんですけどね。見た目も綺麗なんで。で、鍋の下にすすがついてたんで、ティッシュで取りました。やっぱり火を大きくすると黒いすすがつきます。これ火大きくしたら結構早くお湯沸くんで便利なんですけど、ちっちゃい火で運用した方が良さそうです。じゃあエアヒーターも弱にしてつけておきます。インディ727はこの換気扇2つ DIY 自分でしました。でこちらの換気扇なんですけど、こちらは PC ファンを4つつなげて、でモバイルバッテリーで運用してるんですけど、結構前に作ったんですよね。もう4年か5年前になります。でよく見るとですね、これプラダンを3枚ぐらい重ねてるんですけど、もう火が当たっていて、こっち側はなんかこんな感じで劣化して落ちてくる感じになってます。こんな感じでポロポロ落ちていってます。こっち側にちょっと変形もしてるんですよね。こうまっすぐに見えるんですけど、結構曲がってます。なのでこのシェードした時にちょっと隙間が空くようになっていました。向こうはね閉まってるんですけど、この真ん中あたりはかなり空いています。こんな感じで今触っていたプロダンがこっぱみじになって落ちています。やっぱり紫外線直でずっと外が受けてますんで劣化しますね。もうそろそろ作り変えないといけません。もしくはもうプロダンをやめて木とかで作ってもいいですね。この換気扇を作った時は DIY もやり始めぐらいで、全然何も技術も知識もありませんでした。今作るとどんな感じになるのかちょっとチャレンジしてみたいですね。FF ヒーターをつけるとかなり乾燥しますんで、この自然気化式の加湿器置いておきます。この水をここに吸って、でこんな感じで風が当たると蒸発していきます。1個はこの FF ヒーターの送風口近くに置いておきます。今日の晩ご飯なんですけど、このアイロンストーブ使用してこの鍋ですき焼き食べたいと思います。冷蔵庫は15リッターと結構容量ありますんで、いろいろスーパーで野菜やお肉買ってきました。やっぱり15リッターの冷蔵庫は何でも入りますね。こんだけ入れていてもまだまだ余裕あります。このノンアルコールビールとかも4本持ってきました。でお肉なんですけどね、今回このステーキを使ってすき焼きを作ってみます。一旦先焼いてからお肉に焼き目をつけたすき焼きにします。
ちょっと火力は心配だったんですけど、お肉もしっかり火が通ってます。自分レアが好きなんで、ちょっとレアステーキ気味でいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。やっぱり冬の車中泊は汁物の料理が本当に美味しいですね。でもあと片付けが面倒なんですよね。鶏箸を使って取っていたら、これを次の日の料理とかに活かせるんですけど、今回は鶏箸使ってません。なのでもう処分をします。そのままシンクに流すと帰ってからが大変なので、こういった凝固剤ですね、こちらを使おうかなと思ったんですけど、そこまで汁の量多くないんで、もうこのキッチンペーパーに吸わしてゴミとして捨てます。はい、鍋の汁はもう全部取れました。あとはシンクで洗っていきます。で、裏もですね、黒いすすついてましたんで洗っていきます。さあ、もうあとは火眺めながらゆっくりします。ちょっとドリンク持ってきてたんですけど、全然飲んでませんでした。ご飯が美味しくてずっと食べていました。ではこれ飲みながらゆっくり過ごして、で眠たくなったらもう歯磨きして眠ります。外気温が下がってきましたね。現在外気温 1.1 度です。もう雪が降る条件になってきました。外どうでしょうか。もうこの車の中からドア開けて少しだけ様子を見てみます。わ、すごい。完全に雪に変わってますね。一気に積もってきました。これは明日一面銀世界ですね。さっき見たら大雪注意報でしたら、これもしかしたら夜中のうちに警報に変わるかもしれません。さあ、そしたら電球タンポ温めておきます。ここにアダプターを接続します。そしてコンセントに挿します。はい、充電されましたね。取説見ると消費電力は 210W から 530W のようです。実際現在消費電力は 244W。 これ照明なども含めての消費電力です。15分充電かかるみたいなんで、その間にベッド展開と寝袋の準備しておきます。今日はダウンシュラフなんで、一応これマイナス5度までいけたはずです。
でこちらのソファーをずらして上半身だけ拡張しておきます。さあこれでいつでも寝ることができます。寝るときは暖房アイロンストーブとエビヒーターは切ります。この湯たんぽは足元ですね、一番奥の方に置いて低温やけどに気をつけて眠ります。このインディ727断熱性と気密性がすごく良くてですね、二酸化炭素濃度がすごく濃くなります。もう締め切って寝ると 5000ppm というかなり二酸化炭素が充満している状態になります。そうなってくるとぼーっとしたり、人によってはいろんな症状が出てきます。なので今これ換気扇つけている状態です。この換気扇を切っといて窓を少し開けている状態にしといて眠ります。この誰もいない山の中、真っ暗闇、こんな怖い場所でも快適に車中泊ができるキャンピングカーって本当にすごいですね。特に軽キャンはどこでも行けるので本当に冒険ができます。走りが遅いのがネックですが、それ以外は最高です。車検これからも受けられる場所見つかったので、インディ727ともいろんなところに冒険しに行きたいです。まずは DIY のバージョンアップしたですね。今でも結構使いやすいんですが、換気扇など気になる箇所も出てきました。今回の旅で感じたことをまた反映させて、より使いやすい自分用の軽キャンピングカーに仕上げていきたいと思います。はい、じゃあアイロンストーブ最後消して眠ります。なんか専用の火消しのこういった金具ですかね、棒みたいなのがありました。使ってみます。この前開けられるのいいですよね。この向きでいけますかね。さあどうでしょう。あ、消えましたね。これはいい。消えました。湯たんぽも電気消えてます。充電完了しました。それでは足元置いておきます。あ、すごいあったかいです。おはようございます。わあ、すごいな。木が真っ白になっています。今外気温はマイナス 0.8 度、車内は 4.5 度です。はい、今天気予報のアプリ確認していたら、朝方はマイナス6度まで下がったようで、なんと今日はお昼の方が下がるようです。マイナス8度まで下がるようです。朝方より日中の方が温度下がるって珍しいパターンですね。まだまだ積もりそうです。それではまず車内を温めます。今日の朝方もですね、起きずに熟睡できました。すごいあったかかったです。外は氷点下でしたが、この断熱ボディのおかげで車内は 4.5 度でした。少しだけまだ開いてますんで、二酸化炭素濃度高くなってしんどくなることもありませんでした。うわ、後ろすごいですね。めっちゃ積もってます。湯たんぽもまだほんのりあったかいです。なんかこれ取説見たら8時間ぐらい持つそうです。寝袋の中に入れるんだったら結構長時間持ちますね。
FF ヒーターもうつけちゃったんですけど、よく考えたらちょっと排気口ですね、確認してからの方が良かったかもしれません。一回外出て周りの様子見てみます。それでは厳重な装備していきます。ではまず雪入らないようにこちらの足元のカバー装着します。スノーブーツは下は撥水タイプゴムですね。で上は撥水性のある生地です。ズボンの襟をスノーブーツの中に入れて、でこの入り口を縛ります。でこの上からこちらのカバーかければもう絶対に雪は靴の中に侵入しません。やっぱり靴下濡れるのが一番テンション下がるんですよね。なんか手とかだったらすぐ拭いたり乾かしたりできるんですけど、靴ってなかなか乾かないんで、ここはもう厳重にしておきます。うわーすごい、かなり積もりましたね。これは結構この手がすっぽり埋まるぐらい積もっています。でこっち側から吹雪が吹いていたようでタイヤ半分ぐらいまで隠れています。でも車体下のところは積もっていないんで FF ヒーターこれ見えますね。大丈夫です。かなり大きいつららがタイヤハウスにできています。溶けた分の雪がすぐに凍っているようです。このリアのサイクルボックス上にかなり積もっています。屋根もこんな状態なんで、もうこれ400ワットのソーラーパネルが全く発電しません。こっち山側なんですけどめっちゃ綺麗です。白いマシュマロのようなふかふかの絨毯が一面引かれています。やっぱり北陸で雪なんで着雪っていうんですかね、よくくっつきます。これ車だったら走行中結構危険なんですよね。自然の厳しさも感じますが、すごい美しさも感じます。少し出ただけなんですけど、もうかなり体が冷えてきました。車内で温かい飲み物いただきます。厳重装備のおかげで体は濡れていません。さあ、あとは FF ヒーターで乾かしていきます。やっぱり雪の車中泊はこの FF ヒーターが本当神ですよね。こうやって濡れても全部乾いていってくれます。靴なんかも乾きます。夏の車中泊する場合、エアコンや12ウォートクーラーは必須になってきました。FF ヒーターも冬雪の車中泊される方はあれば本当に神装備になりますんでおすすめです。じゃあもう電気ケトルであったかいコーヒーパパッといただきます。せっかくなんでアイロンストーブもつけていきます。朝ごはんなんですけど、このアイロンストーブでやりたいことがあります。このピザなんですけど、アイロンストーブで焼けないかなと思って買ってきました。ちょっと一回やってみますね。
ちょっと時間かかりましたが、しっかり火が入ってチーズも溶けてウインナーも美味しそうです。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。今からですね、もう一泊しようかなと思ってたんですけど、ちょっとこのインディ727 DIY ブラッシュアップしたとこたくさん見つかってきました。なので今日はですね、近く温泉入ってからで帰ってからちょっと DIY とかしたいと思います。で、足回り融雪剤結構塩がね、びったりついてると思いますんで、それもガレージ帰ってから洗い流します。さっき地面見えてたとこ、踏み固めたところももうすでに雪が埋まってまた地面が見えなくなっていました。さらに傘が増しています。ミラーも雪で覆いかぶさってます。凍っちゃってますね。お、開かない。ちょっと鍵開けたんですけどね、開きません。開いた。よかった。ちょっと凍ってましたね。フロントがすごい積もっています。これ上を落とすとね、結構バーってワイパーにかかっちゃうんで、先一旦軽くしておきます。上すごい量ですね。でもこのソーラーパネルがね、すごいツルツルしてるんで、上は綺麗に落とせます。この辺モールは溶けて凍っちゃってますね。気持ちいいですね。はい、きれいに取れました。着雪の警報が出ていたんで、すごいです。雪がですね、なんか凍りついてこんな感じで張り付いています。結構厄介な雪って感じですね。ちょっとこれまだ夏用のワイパーなんですよね。冬用のワイパー持ってきてます。後で変えます。はい、じゃあこれで走行できますね。あとはシェード外していきます。はい、シェードも取れました。じゃあエンジンつけて暖気運転しておきます。かかりました。はい、4個入ってますね。で、デフロスター。やっぱりシェードしていても結露出ちゃいますね。もっと密着性のあるシェードを試作しないと完全に防ぐのは難しいですね。結構もう時間かかっちゃうんで拭いちゃいます。さあこれで出発します。今4区入れてますんで、行き道も転がりでしたら問題なく走行できると思います。ちょっとぐるっと回って出ます。ちょっと走ったんですけどね、吹雪いてきたんで、これもスノーワイパーに変えます。すごい量になってきました。冬用ワイパーなら凍結しにくいんで安心です。
んな感じで冬のワイパーはゴムで覆われています。こちらが夏用です。はい、装着完了しました。あともう一個もやっていきます。はい、大丈夫ですね。いやー、しかし一晩ですごい量の雪が積もりました。今季あんまり雪降ってなかったんで、北陸地方は一番の爆雪ですね。ちょっとドア開けただけでもう車内が雪まみれです。一瞬でミラーが見えなくなっています。これはちょっと危険ですね。で、これ昨日ですね、タイヤバルブ交換してもらったやつなんですけど、この空気圧センサーが取れませんでした。もう全然取れなくて苦労しました。で、これ家帰ってから556とか油塗って取れるかやってみます。もし取れたらまたこれ再利用します。これ iHighway という高速道路のアプリなんですけど、もう北陸道は全部冬タイヤ規制ですね。で、北陸道から長野県に行く上越道は通行止めになっています。雪を想定したかなり雪に強い高速道路なんですけど、それでも通行止めになるということはかなりの雪が降っているということですね。ちょっと様子見ながら雪が収まってきたら進みます。ちょっとマシになってきましたんで、ライトつけて四駆に入れてゆっくり進みます。わー、すごいな。めっちゃ綺麗です。ちょっと怖さもねあるんですけど、めっちゃ綺麗ですね。この普段は遅いキャンピングカーなんですけど、この雪道になるとベースのハイセットトラックがすごい強いんですよね。四駆もあるし、ぐんぐん進んでいきます。で、またキャンピングカーで荷重があるんで、しっかりタイヤに重さがかかって空転しにくく進んでくれます。ちょっと視界が悪くなってきました。で、除雪車が入ってるんでね、道路は走りやすいです。本当助かります。ありがとうございます。はい、雪がすごくなってきたんで一旦止まりました。で、見ると大雪警報がもう出ています。ちょっとここで待機して、また雪が収まってきたら進みます。コーヒーでも飲みながら後ろでゆっくり過ごしておきます。こういう時いつでもくつろげる、ゆったりできるキャンピングカーは強いですね。今回インディーでの車中泊は冬の強さを再確認しました。本当どこでも行けますね。車内一人だったら広いし、こうやって足を曲げて座れます。で、こうやって移動もできます。で、このベッドの長さも何もせずに180センチあります。軽バンだったらここも延長して180センチとかなんですよね。なので同じ軽自動車でも軽バンより 1.5 倍ぐらい広く感じます。ただこのインディ727はクーラーがついてないんですよね。で、後付けでできる業者はほんと少ないんですよね。探してみましたが自分では見つかりませんでした。なのでもう夏場は普段使いの足としてよく使っています。最近動画で登場してなかったのは普段使いの車として使っていたからです。冬場はどんどん活躍してもらいます。最近ターボの軽自動車も乗っていたんで、この久々にインディで食べに行くとこんなにもパワーなかったのかと再認識します。なので走行面ちょっと強化したいですね。なんか調べたらコンピューターをチューニングする ECU チューンというのもあるみたいです。あとは後付けのターボですね。ただターボは耐久性が気になります。でもロマンありますよね。で、車内ちょっと改良したいのが、このテーブル、ここにですね、なんか IH とか埋め込んでいつでもすぐに調理できるようにしたいです。で、ここになんか台とか置いて、なんか消火スプレーとかいつも出し入れするやつですね。そちらを常設で置きたいです。あとは換気扇なんですけど、こちらはもうそのままにしておいて、この劣化した換気扇ですね、これもう取りたいと思います。2つ換気扇があることによってかなり空気入れ替わるんですけど、どっちみち夏はこれでは暑くて過ごせません。なのでもう冬に特化したキャンピングカーに変えていきたいと思います。あとこの窓の横ですね、ここにスペースがあるんですけど、ここになんか棚作ってなんかサランラップとか置きたいなと思いました。今回寝るときは暖房を消してシュラフとこの電気湯たんぽで寝たんですけど、この電気湯たんぽですね、結構あったかくて8時間あったかかったです。布団だったら効果は少ないと思うんですけど、シュラフだったら空気が外に出ないので、かなり電気湯たんぽとの相性はいいと思います。安全性も高いし、冬の車中泊にはもってこいですね。で、この新しいギア、アイロンストーブですね。雰囲気も良くて、かなり癒されたんですけど、気になる点がありました。今回ですね、黒い鈴がかなりつきました。やっぱり火を大きくすると黒い鈴が出るんですけど、小さくしていても出ていました。あとは他のアイロンストーブに比べるとなんか火加減が調節難しかったですね。ちょうどいいなと思っていたら気がつくとなんかちっちゃくなっていたり、逆に
なんか大きくなっていたんで、ちっちゃくするとまた逆に大きくなっていたりとか、なんか安定しませんでした。ずっと同じ火力では維持してくれなかったんで、ちょっと扱いが難しいなと思いました。で、やっぱり暖房としてはかなり弱かったですね。で、調理器具としても弱かったという感じです。だから鑑賞用としてはもう最高って感じですね。自分はこのアイロンストーブの芯が日本のタイプのものも持っています。日本のやつは結構調理でも火力が強くて使いやすかったです。暖房機能も強いですね。今回の新しいアイロンストーブはすごいガラス張りで綺麗なんで、このモデルで日本があれば最高ですね。あとはちょっと火が高くて黒いすすが出てたんで、低めにして日本あればもう最高って感じですね。このデザインはめっちゃ好きです。で、こちら良かったのがね、すごい燃費は良かったです。燃料どのぐらい余ってるんでしょうか。一旦この注射器ですね、こちらに管を通して、でこれで燃料吸えますんで、どのぐらい残ってるか見てみます。結構余ってますよ。だいたい 110ml 余りました。マックス 460ml 入るんですけど、8割ぐらいに抑えました。なので 360ml 入れて、今回ですね 250ml 使ったことになります。で、使用した時間なんですけど約8時間です。もし満タン入っていたら14時間半使えることになります。結構長時間使えますね。このアイロンストーブ、燃費はかなりいいですね。あと見た目もいいです。ただもうちょっと火力が欲しいなという感じでした。まだまだアイロンストーブ探しの旅は続きそうです。まだ大雪で視界がかなり悪そうです。あと30分ぐらいしたら止みそうなんで、ちょっと仮眠してから出発します。戻ってまいりました。北陸は融雪剤洗い流すまでが車着です。下回りパパッと水で洗っていきます。その前にこれがタイヤバルブ、取ってもらったバルブなんですけど、で空気圧センサーこれ固着して取れません。で銅頑張ってもやっぱり取れませんでした。この556、ネジのこの隙間に浸透するみたいなんで、こちらかけて放置しておきます。はい、じゃあ高圧洗浄機ケルヒャーで洗っていきます。はい、下回り一通り洗浄しました。次ノズル変えてタイヤ周りだけ洗っておきます。はい、綺麗になりました。ダメか。新しいの買うか。